こはしっかりつま先に力を込めて、客席正面に視線をやってピタッと止まる。わあ、今の動き完璧だったよ。視線の動かし方もターンの綺麗さも今までで一番だったんじゃないかしら。本当よかったわ。じゃあこれでサビの動きはだいたい見てもらえたから、次は曲の中盤からを重点的に見てもらおうかしら。もう本番も近いけど、ラストに向けての動きもまだ改善の余地はありそうだし。焦る気持ちもわかるけど、もう結構練習してるし、少し休憩しましょうか。でもまだもう2時間くらいやってたのね。全然気がつかなかったわ。そうだよ。だからちゃんと休憩して水分も取らないと。愛梨ちゃんと凛ちゃん、いつもと言ってることが逆だね。ほんとね、凛の言う通りだわ。それじゃあ少し休ませてもらおうかしら。じゃあその間に私のポーズ練習しようかな。凛、ポーズの練習をしてるの？頑張る愛梨ちゃんを見てたら、私も練習しなくちゃって思って、みくちゃんとむかちゃんに教えてもらってるんだ。それでね、今練習してる曲のラストのポーズなんだけど、こういうのがどうかな。お客さんに元気をいっぱい届けられるように、みんなのこと大好きだよって気持ちを込めて。いいじゃない、とっても可愛くて凛らしいわ。でもちょっと待って、もっと効果的にするなら手の広げ方を。ダメだよ。愛梨ちゃんはちゃんと休憩してなくちゃ。そうだったわね。凛ちゃんに怒られる愛梨ちゃん、本当に新鮮だな。なんだか恥ずかしいわね。でももっと良くなるって思ったら黙っていられなくなっちゃって。アイドルが大好きな愛梨ちゃんらしいね。そんな愛梨ちゃんだから、今回の練習も一生懸命頑張れてるんだなって思ったよ。そうね。愛梨ちゃんが目指してる歌もダンスもトークも全てを兼ね備えたアイドルって、本当にスーパーアイドルだよね。そうね。だからこそ本当に理想ですごくハードルの高いものだけど、愛梨ちゃんは今そこに向かって頑張ってるのもね。ええ。前に蓮には話したけど、私は無意識に自分の役割を決めつけているところがあったわ。だからこれからは勝手に自分の中で線を引かずに、何でもできるスーパーアイドルになろうって思ってたんだけど、いざ行動してみたら、その私の線引きは結構根が深いってことに気づいたの。ねが？ええ、私はアイドル活動のほとんどの場面で自分の役割を気にしていたし、それを生かすためのアプローチしかしてこなかった。遥や雫のようなパフォーマンスをするのは難しいからって、その部分を伸ばすことを捨ててきていたわ。そっか。だから今回は遥ちゃんと雫ちゃんにそこを教えてもらってるんだね。ええ、そこを置き去りにしたままじゃ私の理想のスーパーアイドルにはなれないって気づいたから。でもやっぱり簡単じゃなかったわ。毎日毎日
雫やはるかにしごかれっぱなしよ。愛理ちゃん。でも、楽しいものね。そうなの。ルカの言う通りよ。私のわがままで時間を奪っちゃってるから、雫たちには大きな声で言えないけど、今回のフェスの本番までと言わずに、これからもずっと特訓を続けてほしいくらいだわ。すごいね。最近の愛理ちゃん、筋肉痛で動けなくなりそうな日もあったりして、すっごく大変そうなのに。それでも、楽しいの。本当に少しずつだけど、前に進めてる実感があるし、それは、私の理想に近づいてるってことだから。それに、もったいなかったなって思ったわ。私に合ってること以外を捨ててきたのが。確かに、二人が教えてくれることは、私にとってハードルの高いことばっかりだわ。でも、それを習得するための過程には、今までの私にも活かせたものがたくさんあるの。それってつまり、無駄なことなんて一つもないってことよね。だから、やっぱり自分には合ってないって線を引くのも、私はこうだからって役割を決めるのもやめたいわ。だからみんなも、もし無意識に私が線を引こうとしてたら、言ってちょうだいね。もしもそういうことがあったら、ちゃんと言うね。愛理ちゃんがいろんなことを勉強して、理想のアイドルになれるように、私も応援するよ。ありがとう。さて、それじゃあ休憩も十分に取ったし、そろそろ練習を再開しようかしら。本番までもう日がないけど、最後まで気合い入れてやるわよ。ええ。私のできることを手伝うわ。頑張れー、愛理ちゃん。